今回は Google AI Studio の新機能としてこちらの YouTube ビデオというものをテストしていきたいと思います。以前からですね、YouTube のビデオのリンクを貼ることはできたかなとは思うんですが、こちらですね、新しく登場しました。つい先日ですね、3月25日に Gemini 2.5 Pro が試験運用版として公開されまして、今、プレビューに切り替わりました。プレビューというのはおそらく最終段階の確認という意味だと思います。もうすぐ一般公開のような形になるのではないでしょうか。この 2.5 Pro はね、最大出力が 65,536 トークンということで、日本語にして約10万文字以上は出力できるといったような性能を持っています。他にも様々性能は以前から比べてアップしているんですが、今回はその中でも動画分析としてこの YouTube のビデオ機能を見ていきます。まずこちらを選択すると、このように YouTube のリンクをですね、打つ入力欄が現れます。例えばですね、僕の動画で試してみましょう。このようにリンクを打つと、こちら動画編集者必見 SRT 字幕を AI で自動修正といった動画、サムネが表示されました。右の ADD2 プロンプトを押すとですね、このようにプロンプト欄に YouTube 動画が入力されます。こちらはですね、このままここにリンクを打っても同じことができます。なのでこのプラスマークからわざわざ行くことはあんまりないのかなとは思います。おそらくあえてこのように置いておくことでこんな機能もあるよと見せたいのだと思われます。知らない人はここにいきなり YouTube リンク打つということもしないでしょうし、このように表示があることで分かりやすいかなと。で、これで一体何ができるんだということなんですが、単純にこれはどういう動画と分析してもらうことができます。ただ、これですね、トークンの消費量が結構かかります。41万3257。こちらの動画がですね、24分ぐらいだったんで、だいたい1分につき1万5000トークンぐらいかな。それぐらいがかかってくるので、1時間ぐらいの動画でギリギリいけるかなっていうとこですね。この100万トークンが上限っていうことで、2、30分の動画だったら余裕でいけるんじゃないかなと思います。で、まずこれはどういう動画ということで試してみましょう。実行ボタンを押します。すると動画の分析が始まっていきます。少しですね、この動画を分析するのに時間がかかっていますね。で、分析が終わると今度はシンキングに入ります。こちらは何かというと思考のプロセスですね。こんな感じで考えていますというのをこのように表示してくれています。そしてこの思考のプロセスをもとに最終的にこんな感じで結果を出力してくれます。なので結果を見て、これはどういう思考で考えたのかというのが、こちらのシンキングを開くと見ることができます。で、結果としては、この動画は Google AI Studio Gemini を使って動画の字幕ファイル SRT 形式を自動で修正調整する方法を解説するチュートリアル動画ですと、ちゃんと動画の内容は読み取っていますね。で、動画の構成として、キャップカットで字幕生成して、SRT ファイルのエクスポートと内容を確認。Google AI Studio Gemini による修正。修正済み SRT ファイルの保存と再イポート、結果確認と、概要を出してくれていますね。内容的には間違ってはいないと思います。そして例えばですね、このように打ってみました。この動画を要約した記事を作成、マークダウン形式。これで一回実行してみましょう。YouTube のリンクから記事を作成できるのかという検証ですね。動画の内容を先ほどよりも詳細に分析していますね。で、記事の構成案というのを考えて、マークダウン要素の検討ということで、マークダウンについてもちゃんと考えて、このように結果を出してくれました。ちょっとこういったコードブロックが入っちゃってますが、結構な記事の量かな、普通かな。最近ちょっと感覚がバグっていて、こんぐらいの文字数だと少ないとか思っちゃったりするんですけど、これ昔自分で書いてた時に比べるとですね、この短時間でこんだけの量の文字数を書いてくれるのはやばいとしか言いようがない。内容的にも間違っていなさそうですね。最終的に調整は必要だとは思いますが、あらかたの骨組みは出してくれています。で、これをですね、コピーして、ワードプレスとかにポンって貼っちゃえば、もう、ものの10分ぐらいで動画の要約記事ができちゃうということです。動画分析の機能を使っているので、こちらからですね、例えばアップデートファイルで動画をアップロードして、その動画からということもできますし、Google ドライブに動画をアップロードして、その動画を分析して記事を作るなんてこともできます。
なので、例えば、誰かの YouTube 動画、これはいいなっていうものがあるけど、ちょっと動画を全部見てる時間ないなっていう時、動画の要約記事を作ってもらって、気になるとこだけ再生するとか、いうこともできますよね。概要を出してもらって、ここについて書かれているのは何分ぐらいの場所なんだっていうことも調べることができると思います。そういった使い方もできますよね。動画からの情報収集も効率的に行えると思います。今までですね、何か気になることがあればググってたと思うんですよ。でも動画って動画の中を調べるっていうことはできないじゃないですか。なのでそれがこの Google AI Studio の YouTube を分析したり動画を分析したりする機能によって可能になったということですね。よくありますよね。サムネでこれはこうだみたいなことが書いてあって、タイトル回収とも呼ばれたりしますけど、本題までなかなかいかないっていう動画もありますよね。早く本題言ってくれよみたいな。だらだら最初の方、説明、自分の紹介パートがあったりして、なかなか本題に行かないとかいう動画の時は、どこから始まってるんだみたいなのを聞いたりすることもできますよね。目次がない動画とかだと、もうどっから始まってるのかわかんねえよみたいな動画があったりするんで、そういうこともできますし、こんな感じで記事にして文字にしちゃって、文字で読むっていう方が早いですよね、動画よりは。動画って伝えられる情報量は多いけど、ピンポイントで情報を取るっていうことが、難しかったと思うんですよ。それをやりやすくなったっていう感じですかね。そして最近の AI の進化によって、さらにその精度が上がったと。動画のどの地点にどんな話が大体あるかなみたいなことが探しやすくなったと思います。そしてもう一つ先ほど試してみました。これは SRT 字幕のファイルの構成なんですが、最初に動画を貼って、この動画の字幕を SRT ファイルで作成と入力してみました。するとちょっと英語でこのように考えてて、ずーっとですね、ここでは何を喋ってる、ここでは何を喋ってるっていうことを分析してくれて、最終的にこの SRT のフォーマットで書き出してくれたんですが、こちらをですね、キャップカットで読み込んでみました。で、確認してみたところですね、こんな感じで、もう全然 SRT として機能していないような結果になってしまいました。ちょっと SRT の書き方自体にエラーがあった可能性もあるし、なんとも言えないんですけど、一発ポンでこんな感じになっちゃってる。動画からはみ出しちゃってますんで、こんな感じで字幕が。ちょっとタイムコード系はまだ難しいかなっていうのが感想ですね。こういった時間とか数字に結構弱かったりします、まだ。ここら辺の精度が完璧になっちゃうと、本当動画編集者としてはすごく助かる機能だと思います。テロップとかね、こういった AI に出してもらった方がですね、誤字脱字が少ないし、ちゃんとこんな感じで改行とかをしっかりやってくれるんですよ。動画編集ソフトのキャプション機能というのはですね、まだ精度が悪いです。一発ポンで使えないし、結構手直し全部入れていかないといけなかったりするんで、AI で一発ポンで出せるようになると、すごく便利です。僕の場合はですね、概要欄のリンクにある販売指示書一覧からですね、見れるんですが、こちら SRT 字幕ファイル修正指示書セットというのを使ってます。AI でテロップとかオートで修正してしまうっていうものなんですが、気になる方はこちら概要欄のリンクから見てください。字幕とかはね、本当に時間を削りたい工程なので、AI を使えば時間短縮できる部分なので、僕はそういうのを利用しています。今回はですね、YouTube 動画の分析、そして要約記事の作成なんかを検証してみました。しっかり内容を読み取っていますし、ドラフト、下書きとしては全然使えるのではないかなと思いますね。なかなかね、動画の要約っていうのは、してる人としてない人がいたりですね、自分でやろうとしても、どうやってやったらいいんだっていうところがありましたが、この Google AI Studio だったらワンタッチでできちゃう。もう YouTube 動画のリンクを貼って、この動画を要約してとだけ言えばできちゃうっていう感じなんで、皆さんもぜひテストしてみてください。他にもですね、この動画に使われているこの画像のプロンプトとか、この動画と似たような動画を撮りたいから台本作ってとか、著作権違反にならない程度のパクリではないですが、真似とかもできちゃいますよね。いろんなことの真似ができる。こういう動画作りたいんだけど、どうしたら作れるのとかっていう質問でもいいし、そもそも台本とか構成とかプロンプトぐらいだったら著作権違反にはならないので、リンクをここで参考にするということは全然間違いではありません。なので、いろんな人の動画をですね、読み込ませて分析させてみたいなことをしていくと、いろんなアイデアが浮かんできたり、これからのクリエイティブに参考になるかなと思います。
ただトークンの消費量がでかいので、使いすぎるとおそらく制限されると思います。どこかであなた使いすぎなんでちょっと制限かけますねって言われる可能性があります。そこだけはお気をつけください。ということで今回はこれぐらいにしておきます。まだまだですね、ちょっと語りきれていない部分がありまして、最近もですね、僕はずっともう AI の研究ばっかりして、そればっかりに時間を費やしていました。で、最近ハマってたのが講座作成。ちょっとここまだ画像準備中なんですが、動画編集爆速化講座とか、Python と AI で動画編集を革新とか、AI アシスト講座とかですね、素材を無限に作成する動画編集者向けの素材作成の錬金術みたいなものとか、講座クリエイター向けの AI でオンライン講座作成を加速講座とか、あとは講座作成代行サービスとかですね。こんな感じでちょっとコンテンツの作成スピードが上がりすぎて作りすぎるっていうデメリットが、デメリットではないんですが、ちょっとやりすぎてしまうっていうのがありますね。AI が進化したことによって。だからこれからの時代はもう本当に誰でもコンテンツ制作、コンテンツ販売とかそういうことも簡単にできちゃうんで、いよいよ誰が売るかが問題になってくるのかなって思いますね。誰でももう同じものがすぐ作れちゃうので、あとは専門的かどうかっていうのも結構ね、関わってくるとは思いますが、わからない人が動画編集の講座とかいきなりできないとは思いますが、知識がある人で講座を作ってみたいとかいう方はですね、僕に一度相談してもらってもいいですし、こちらの Google AI スタジオでいろいろ相談してみるというのもありかと思います。また講座作成の方法、AI を使った講座作成の方法は後日動画でも伝えていきたいと思います。こちらは僕の管理している概要欄から飛べるホームページなんですが、いろいろ講座が増えていっています。増殖中でチャットマガジンとかもやってますし、AI 編集動画講座、販売指示書っていうのもあるので、一度見てみてください。ちょっとニッチな記事とかもね、最近は多いですね。そんな感じで今回は以上になります。それではまた。